こが受付と、あと体育館に移ってからの本部になって、ボランティアの人たちなんかこっちの畳のところで寝泊まりしてるということになりますね。結構ボランティアの方も関わるわけです。ボランティアってね、災害ボランセンターから来るボランティアではない、別な方が受付やったり、いろんな記録整理したりとか、そういうことをやってくれたボランティアはいます。ここが備蓄庫、それはもう食料管理。ここからこっちが全部避難所だったので、これはここが食料をやってたところなんです。だからこっち音楽室は入ってないんです。この音楽室が救護室。このアスファルトのところにその自衛隊が来て調理とかやってたわけです。でこの図工室が結局配膳室だったり食料をストックしてたりするという場所になってたわけです。水はじゃああそこの校庭のなんか石のとこまで。そうですから、このアスファルトの高さまでですね、この高さですね。ただちょっと一部こっちの方にかかりましたけどね、これがあったのでここで一回せき止められて、そして水の流れがそっちの方に行ってますよね。で隣の家のところが校庭より低いので、だからみんなこの低いところを狙ってみんなこっちの方に流れていったって感じになります。結構場所によってやっぱ、あれですよね、地震でもかなり家そうだね、大きな被害を受けたところ、そうでないところであるから、ここにこの外のところに仮設トイレが並んでた。ここが避難所になってた。最後は何人ぐらいいらっしゃった？最後はね、200くらいかな。じゃあもう結構200人って言ったら結構密度です。でもね、4月の中旬にここにもう畳を敷いたので、400枚だかそれくらいですか。全面畳敷いたのでね。ですからでも間仕切りはないので、過ごす分には少しは楽になったかな。その卒業式ですとか始業式の時、子供っていうのはもう落ち着いてる状況だったんですか？やはりまだ表面上は落ち着いてます。表面上はね、中は子供たちの心の中はよくわからないですけど、親たちが必死になってる姿を見てますのでね。ですからここでいろんなそのわがままだったりなんだりっていうこととかを出して親に余計なまた心配をかけられないという気持ちはあるんだと思うんです。ですから自分が持っているストレスはぐっとこう抑え込んでいる部分っていうのはかなりあったと思いますね。じゃあ授業っていうのはもう普通通りになりました。普通通りになりました。はい。なぜかというと、子どもたちの心のケアとか何かってこととかを考えたときに、まずいち早く日常性を取り戻してやることなんだと思ってるんですね。津波だから避難所があるからだから特別なことを何かするんだとか、
時間割とかその1時間の授業を短くしたりとかですね、またはもうそのなんていうのかな、学級活動っていうか、その子どもたちが活動することをすごく多くしてやっぺとかなんかじゃない、普通の国語の授業、普通の算数の授業、そういうので45分間をきっちりやってくれと。その日常性を取り戻すために大事なことは、まずその時間的なルールをきちんと守らせることだと。だから先生方もそれをきちんと守ってくれと。そうすることによって子どもたちの中に日常的な震災前のリズムがね取り戻せると。そこから次が始まっていくんだろうというふうに思ってましたのでね。はい、現在夏休みまでとかはどうです？徐々にやっぱ日常は戻せたんですね。日常はね、戻ってる子どもとそうでない子どもとはいるとは思います。やはりその家が流された子どもとかなんかについては仮設に入ったとして今までの家とは全然違うわけですので、家庭環境がガラッと変わってしまった。でその中で子どもたちにとってのまたストレスっていうのはまた大きくなってきていると思うんです。学校に来ていればね、友達だって勉強だとかなんとかっていうことで、あと話を聞いてくれる先生もいる、友達もいるということですけども、夏休みですと結構家族単位、それからあと近くにいる友達と遊ぶとかということで、だからその近くにいる子供と遊ぶにしても家庭環境が全然違うのであれば、そこでまた子供の中に生じるストレスというのが出てきますよね。ですから夏休み明けてから1週間のところで先生方にはですね、まず子どもたちの行動観察とか、そういうふうなより敏感になってもらいたい。少しでもこうなんか今までに見られないような行動とかがあったら、まあ話をすぐ聞いてあげるとかね、そういうことをしていかなければいけないという。お祭りどうですか？その1週間ぐらい経ってみて。まあ日も伺ったんですが。私のところにいつも来るメールなんかではみんなすごくよく頑張ったし、子どもたちも夏祭り前にプールに来てる子どもたちなんかの話とか聞くと、夏祭りをすごく楽しみにしていたということで、実際にあと夏祭りの方も子どもたちも随分楽しんだんじゃないかなというふうに思いますし、聞いた話によると延べで1500人くらいは集まったんじゃないかということでしたね。ですから大人も結局今まで仮設でバラバラ、避難所では一緒だったんだけど仮設に移動してそれぞれバラバラだったけども、夏祭りっていうことでみんながそこにまた集まったので、なんか大人同士もですね、元気だったなんとかっていう形で交流をですね、まあ再会を懐かしんでた、再会を喜んでたっていうかね、そういう姿もすごく見られたのでね、非常に良かったんじゃないかなというふうに思ってます、はい、そういう地域の祭りも小学校でやるという場所的もそうですし、そのボランティアの人、日常的に関わられたりと思うんですけど、やっぱ地域の中でのその小学校という役割っていうのがなんかより岡田の小学校が増してるし、重要な位置づけなんじゃないかなと思ったんですけど、先生その通りです。岡田小学校は137年かなの歴史があるので、ですから地域の人たちにしてみればうちらほの小良穂の学校であるし、岡田のシンボルであるし、岡田の宝である子どもたちの学びの場であるし、岡田の人たちにとってみれば学校はすごく大事な場所なんですね。ですから学校の方でいろんなことをお願いしてもすぐに理解して協力してくれますしね。そういうところでは地域がこういう被災している状況であれば
今度は学校がねその地域のためにできる限りのことはやってあげるのは当たり前ですし、またその岡田小学校ということを中心にしてそれぞれの絆が深まっていってくれればいいなと思ってますしね。はい。